はようございます。今羽田空港第3ターミナルの ANA ラウンジにいます。今からアメリカマイアミに飛びます。ヒューストン乗り換えでヒューストンまでが12時間、ヒューストンからマイアミまでが3時間ということで合計15時間のロングフライトです。大丈夫かな、不安だな。いやちょっとね、旅系 YouTuber のくせに飛行機移動が苦手な YKK なんですが、今回は合計15時間ということで、気合い入れていきたいと思います。ANA ラウンジ使えているのでお分かりかと思いますが、エコノミーではありません。かといってビジネスクラスは往復70万ぐらいでちょっと手が出せなかったので、プレミアムエコノミーにしました。ということで、いつもの出国前準備ということで、この時間に何するかっていうと eSIM の設定と動画のダウンロードをします。まず eSIM ですね。前回のオーストラリアケアンズの動画でも軽く触れたんですけど、最近私は eSIM を使ってます。今までは旅行先の現地の空港で SIM カードを買ってたんですけど、 SIM カードをいちいち抜き差し替えなきゃいけないのが結構手間なのと、多分ね、私ね毎月海外旅行行ってたからSIM カード抜き差ししすぎて、ちょっとなんか接触不良みたいな、SIM カードがありませんみたいな通知が出るようになったんだよね。あんまり SIM カードいじりすぎるのも良くないのかなとか思って、最近 eSIM にしましたので、そちらを設定していこうと思います。私が使っている eSIM がオラフライっていうスペインをベースにした、SIM カードの会社なんですけど、結構これがね守備範囲が広いのでこれにしてます。170カ国以上をカバーしているということで、大体ほぼほぼカバーされてるっていう感じですね。結構1日単位で買えたりとか、もっと長期間で3ヶ月パックとかフレキシブルに買えるので、今回はアメリカマイアミとメキシコにもよるので北米をカバーするプランにしましたので、設定していきたいと思います。注文完了のメールが届きました。今回は北米で使える10日間無制限のデータです。基本的に eSIM の設定は出国前にインストールしておいて、現地に着いた時に設定でピュッてアクティベートボタンを押すだけで現地の回線につながれるので、めちゃめちゃ簡単です。一番簡単な設定方法はメールに記載されているこの QR コードをスキャンすること。ただこれがスキャンするためには、別端末にこの QR コードを送るか、もしくはこれを印刷しておかなきゃいけないんだけど、私今朝ねこの QR コード届いたので、家出た後に届いたので QR コード印刷できてません。なのでその場合は手動でこの整理番号とかをコピペすることで設定ができます。 QR コードじゃなくて手動設定でやっていこうと思います。設定に行ってモバイル通信、すいません、今ちょっとね英語になってるんですけど、eSIM を追加ですね。これを押します。 QR コード印刷してればここの下の Use QR コードでスキャンすればいいんですけど、今回はないので下の方にある手動で入力をタップします。2箇所ね入力するところがあるんですけど、 SMDP プラスアドレスってやつ、これはメールに記載されているここの部分をコピーしてペーストで、アクティベーションコードっていうのもメールに記載されているので、これをコピーしてペーストで、コンファメーションコードは確認コードは不要というふうに書いているので、空欄のまま NEXT 次へを押します。でこれが本来QR コードであれば自分でコピペする必要がないんですけどね。でアクティベート eSIM、 はい次へ。アクティベートにちょっと時間かかります。くるくるくるってなってますね。これが完了するまで待ちます。モバイルプランセットアップコンプリートできました。この一番上のプライマリーっていうのが日本で使っている、これが主要ネットワークと、今追加されたこの3つ目のもの、これですね、パーソナルっていう名前になってるんですけど、ちょっとね名前を分かりやすく、種別としてはトラベルで、名前を分かりやすくオラフライ US とかにしとこうか。一旦この回線はオフにしておきます。で現地に着いたらこれをオンにすれば現地の回線につなげられますっていう感じ。これだけめっちゃ簡単じゃない？もう SIM カードのピアスを外してちっちゃい穴に挿して SIM カード取り出して
かそういうことしなくていいんだよね。めっちゃ楽なんですよね。だからボタンポチポチするだけなんでめちゃめちゃ簡単です。一応日本語での24時間年中無休のテクニカルサポートもあるので、困ったら問い合わせすればいいし、ちょっとお安くなるクーポンコードもありますので YKK というクーポンコードを使ってみてください。以上、これでとりあえず私はこの10日間、ネット無制限で使えるので安心して現地で Google マップ開いたり Uber 読んだり YouTube 見たりできます。以上 eSIM の紹介でした。大丈夫かな、長距離フライト不安やな。さて映画は何ダウンロードしようかな。あと10分ぐらいで登場ですね。よし、eSIM 設定したし映画もダウンロードしたし、とりあえずこれで準備万端やな。 ANA のプレイコ初めてやな。楽しみやな。どんな感じやろ。フットレストみたいなのはついてるからフライパルいらないかなって思ったんだけど、フライパルのちっちゃいのだけ持ってきました。今ねアメリカ入国厳しいからもうね全部ね紙で印刷しとくべしということで全部印刷しました。ホテルの情報とか航空券とか、あとエスタとか。最近日本人女性が一人旅してると結構厳しいんですよ。なんか出稼ぎ疑惑が持たれて出稼ぎをする人が増えていて、それのせいでね日本人女性が一人で渡航すると結構ねチェックが厳しいです。入国審査で別室に送られたりとかするみたいなので、しっかりと私はちゃんとホテルも自分で予約してるし、クルーズも自分の名前で乗船予約取ってますっていうのをね全部紙で印刷して、持ってきました。もうやめてよね出稼ぎとかするの。もう日本人女性の品位を落とさないでほしい本当に。あとは基本的に最近もう全部電子化されてるんだけど、やっぱ入国カードを書かなきゃいけなかったりとかもするので、ペンとあとはマーカーね一応ね持ってきました。あとは私のペンギンちゃんです。そろそろこれ出しとくか。北海道があると体が温めることができて便利ということを気づいたので北海道持ってきました。あと喉ぬる濡れマスクとメグリズムね、普通のシルクのアイマスク、リリーシルクのアイマスクも持ってきてるんですけど、目元口元集中ケアのパックちっちゃいやつね、ここにピュッピュッて貼れるやつ買ったのでそれと、あとは保湿クリームね、ロキシタン、これはビジネスクラスのアメニティです。あと頭痛薬とか。プレイコどんなんだろう、楽しみ。ANA ラウンジもここは初めて来たんだけど良いですね、落ち着いてて。でご飯もカレー以外にもソーセージとかスクランブルエッグとか結構あったかいミールがあって、お酒も飲み放題です。ビールとかみんなガブガブ飲んでましたね。私はコーヒーなんですけど、で席数も結構多いので、第3ターミナルの ANA ラウンジはなんかサテライトっていう名前だったからちょっとしょぼいのかなって思ってたら全然しょぼくなかったです。しっかりとした広い席です。それでは行ってきます。ありますので前の座席の下にお入れください。この位置が全席の指定です。化粧室でのお体は電子タバコや加熱式タバコを含め航空法で禁止されています。ドアが閉まりましたらここ以上ありました。15の K 窓際です。最前列にしたので足元広いから隣の人を起こさなくてもトイレ行けるかなと思って窓際にしました。これから12時間かけて行きます。ヒューストン。座席ね、プレーコこんな感じですね。何が違うかっていうと、ちょっと席が広々してて隣の人との敷居が結構分厚いのでパーソナルスペース結構得ることができます。そして何よりも嬉しいのがこのレッグレストですね。こんな感じでレッグレストが飛び出ます。よいしょ。結構足伸ばせるのでこれはねかなりね快適よ。フライパルいらず、これ嬉しいよね。これがレッグレスト、最前列はレッグレストがあって
フットレストはありません。2列目以降になるとフットレストがあるんだけど、私は普段ねフットレストそんなに使わないから、レッグレストだけでいいかなと思いました。はい、結構ねフルフラットじゃないけど結構な高さまで上がるからかなり快適やと思います。でね、最前列の注意点としては離陸着陸時は足元にね荷物置けないので全部上に直す必要があるので、一旦最低限必要なもの、例えばヘッドホンとかそういうものだけ手元に身につけて、あとは全部荷物は上に収納しようと思います。さてアメニティのチェックなんだけど、あれはないんだね。ポーチはブランケットと枕はあって、アメニティポーチあるかなって思ったんだけどなかった。ノイズキャンセリングヘッドホンとスリッパはあります。それだけ。あとなんかなかったかな。アメニティセットってないのか。ブランケットと枕もあるからいっかっていう感じですね。あとはちょっとボタンいろいろ冒険してるんですけど、これはリクライニング。どんくらいリクライニングするか見てみるか。肩ボタン、お、めっちゃ下がる。これは寝れそうだぞ。これでレッグレスト上げれば結構な感じになるね。あとはなんだこれ、ちっちゃい棚がある。ここ何置くの？スマホちっちゃい、これなんだこれ、なんかちょっとした棚が出せるのと、あとこれがテーブルだね。ここから食事するときにテーブル出せるみたい。重た。めちゃめちゃ重たいこれ畳んだ状態でも使えるんだね。ここにドリンク置いてカッパって感じ。スライドできて結構広い、横幅がっていう感じですね。いやー、これは良さそうです。はい、収納します。何よりね足元広いからね、トイレに行きやすいのが嬉しいね。でスクリーンはここにちっちゃいのがあるんですけど、自分のスクリーンあった。テレビここだ。俺どうやって出すんだろうこのテレビ。あ、ここにボタンがある。これか。じゃじゃーん、こんな感じです。テレビこれでマイ映画が見れるということですね。ここに USB ポートがある。ポケモン機かわいい。そしてアメニティはですね、客室乗務員の方が配るスタイルでいただきました。マスクと歯ブラシセットとイヤープラグ、もう一個ねアイマスクも配ってたんだけど、アイマスクは持ってるからこの3つだけいただきました。あられせんべいだ。映画はバービーよ。はい、ありがとうございます。とリンゴジュースいただきました。大丈夫です。はい、来ました。写真のメニューがあるのがめっちゃいいね。選んだのはチキン南蛮丼。あ、はい。スープ、あったかいスープ付きだ。写真付きのメニューマジ嬉しいね。チキン南蛮丼、丼っていうからお米が下にあるのか。とこれは鴨とポテトサラダ、大根の
和え物かな、大根、サラダ、あとはクラッカーとチーズです。日系の機内食って美味しいよね。エコノミープラス。Thank you. Thank you. Hey? Yeah, thank you. プレーコのご飯はエコノミーと同じなんだけど、違うのはお酒の種類が多い。肉プルプルで美味しい。まだカチカチです。これ嬉しいね。サービスね。ご飯食べたら眠くなってきた。めちゃめちゃ横になれる。ちょっと寝ます。今レッグレスト出してる状態で足を上げることもできるし、めちゃめちゃ快適ですね。寝れません。あと7時間。寝れない。The following information is for passengers who have a connecting flight from George Bush and international flights on United Airlines. Do not need to pick up their checked baggage at this airport. こんな感じで広々空間です。窓2つ分の広さって言ったらビジネスクラス並みの広さなんですよね。でレッグレストがあるので足をゆっくり伸ばすことができるし、めちゃめちゃ快適です。しかもリクライニングも超ゆったりしているのでゆっくりと休憩することができました。さあということであと1時間弱でヒューストンに到着します。プレミアムエコノミーに乗ってみた私の答え、プレミアムエコノミーの費用対効果はめちゃめちゃいいです。まずですね、私が乗ったのは2024年の2月の飛行機に乗りました。2ヶ月前にチケット取ったんですが、その時の価格がエコノミークラスが羽田マイアミ間往復で27万円で、プレミアムエコノミーは往復プラス8万円で35万円で取りました。でその上ビジネスクラスになると往復70万弱、もう倍とかになってくるので、ちょっとビジネスクラスは無理だなと。ってなると、エコノミーかプレエコかで迷うんですけど、正直プレミアムエコノミーにプラス8万円払ってどうなんだろうっていうところが懐疑的だったんですけど、今回乗ってみて言えます。いやプラス8万円でこれだけ快適が買えたら、もうビジネスクラス並みの快適さを買うことができたので、プレエコでいいなと思いました。ビジネスクラスじゃなくて、もちろんビジネスもいいんだけど。まずじゃあ何が良かったかポイントを言います。一つ目は広さです。広さがですね、私はエコノミークラスのプレエコの最前列を取ったので、窓2つ分のレッグルームが得られました。窓2つ分っていうと一般的なビジネスクラスと同じ広さです。でもう一つはこのレッグレストですね。フルフラットまでとは言わないけどレッグレストがあって、でかなりリクライニングも結構後ろまで倒れます。例えるなら漫画喫茶みたいな、漫画喫茶のリクライニングチェアぐらいできますね。足も伸ばせるし、だからすごく寝心地も良かったです。それがね一番大きいね。あと細かいところで言うと、隣の席との手すりが結構肘置きが15センチぐらい結構分厚いんですよ。となると隣の人との
自分との間に分厚い手すりがあるので、すごいね、自分のねパーソナルスペースをしっかりと確保できます。こう肘が隣の人とぶつかったりとかして気まずい気持ちにならなくて済むので、ゆったりと座れます。ご飯に関してはプレーコのご飯はエコノミーと一緒です。ただし、お酒好きの方、お酒がついてきます。ご飯はね、ANA さんエコノミーでも十分美味しいですから、全然そこは大満足でした。機内乗る前はラウンジも使いましたね。ビジネスクラスと同じラウンジを使うことができるので、そこで美味しいカレーを食べたりコーヒーを飲んでゆったりとすることができました。これもね、なんかビジネスクラス70万とか出さなくてもプレミアムエコノミーでこの体験をすることができます。時期によって値段は変わるんですけど、私の場合は片道プラス4万円でこのラグジュアリーを手にすることができました。だから往復8万円払ったんですけど、例えばもうちょっと節約したければ行きだけプラス4万円でプレー後にして帰りはエコノミーとかね、そんなんでもいいのかなと思うんですけど、エコノミーとプレーコ、プレーコって正直どうなんっていうところあると思うんですけど、私の場合はもうビジネスクラス並みにめちゃめちゃ快適でした。だから今後ビジネスはね、もちろん乗れたら嬉しいけどなかなか乗れないと思うんですが、プレーコで十分私は満足できそうですっていう感じのレビューになりました。私の旅はまだ終わらない。これからヒューストンに着いたら国内線に乗り換えてマイアミに向かいます。こうやって寝て、こうすやすや眠ることができます。初ヒューストンです。アメリカは何年ぶり？去年は来てないから2年ぶりのアメリカです。久しぶりにアメリカ感じてるわ。もうね、着いた瞬間アメリカなんだわ。まず乗客機内から降りたら歌い出します。あと空港職員みんな楽しそうにおしゃべりしてるし、あとは荷物検査の人なんかこうやってロボットダンスして誘導してて、もう自由すぎるね。アメリカ好きだわ。そういうの好きだよ。さあ、乗り換え、国内線の乗り換えでターミナルにやってきました。今朝7時なんであんまりお店がやってないんですけど、めっちゃ時間あるな。今7時半でしょ。次の飛行機が12時半なんでめっちゃ時間ある。なんだろう、この本当なんかアメリカって自由の国だよね。エスカレーター2つあって、隣に並んで立ってた人が目合った瞬間「ヘイ!」みたいな、こっちも「ヘイ!」ってやり返したりとか、隣にちょっとベンチに座って荷物整理してたらもうすぐ「どっから飛んだの?」って声かけられるし、好きだよそういう雰囲気。ちょっとね、日本帰って半年経つけど、やっぱそういうのは恋しくなるよね。海外のこういう自由さというかさ、楽しいよね。こっちも明るい気分になる。ユナイテッド、久しぶりにユナイテッドエアライン乗るな。ちゃんと飛ぶかな。これから5時間も待たなきゃいけないんだけど、12時間フライトした後とは思えないぐらい元気。今はね、プレーコのおかげです。とりあえずスタバ行ってコーヒー飲むか。スタバのマグがめっちゃ可愛いんだが、テキサスの。見て、このカウボーイハットとカウボーイブーツ、超うちやん。めっちゃうちやん。テキサスバーベキュー。でもこれ買いたいけど荷物になるよね。これめっちゃ可愛いな。買おうかな。買おうか。安い。これ 12.95 ドルだ。なんかね、スイスでねマグカップ買った時ね、なんか24ドルとかしたんだよね。めっちゃ高かったんだよね。紹介したいんだけど、アメリカの空港で結構ある機能なんだけど、こういうフリースペースに座ってテーブルにある QR コードを読み込むと、このターミナルにあるレストランどこからでも注文できて、ここの席まで届けてくれるっていうサービスがあるの。めちゃめちゃいいよね。レストランに入らなくてもこういうオープンスペースで座りながらいろんなお店の注文できるので、
面白いよね。横丁みたいなシステムよね。さあスタバでマグカップを買いました。暇や、どうしよう。暇なので空港を一周見せます。こんな感じです。はい、何しよう、ほんまに何しよう、どうしよう。みんなこういう時何するの、空港で。でも5時間時間を潰さなきゃいけない。よし、トイレ行って歯磨こう。そうや、歯磨こう。そしたらヒューストン空港のトイレめっちゃ綺麗。なんか今まで見たアメリカの空港のトイレで一番綺麗かも。みんな、私がいつもおすすめしているネックピローがあるよ。カブー。ちょっとアップデートされてる素材とか。ちょっとこれ柔らかいやつだな。ここでね、テーブルの QR コードで注文してみたいと思います。ヒューストン、テキサス州はメキシコが近いから結構メキシカン料理とかが豊富で、アナウンスもスペイン語だったりするし、だからね、せっかくならちょっとメキシカンな何かを食べようかなと思ってます。うわー、そうだ、アメリカはチップ文化だった。チップ高え。ステーキにしたんですけど、ステーキが32ドルで、コーヒーが6ドルで、合計タックス込みで41ドルなんだけど、これにチップが 18% 乗って48ドルです。ステーキとコーヒーで48ドル。やっぱチップ高いな。まあしゃあないよな、アメリカやからね。いや久しぶりだわ、このチップ文化。高いんだよね。来ました。こんな感じのお店です。結構ステーキちっちゃくてよかった。大きい、写真だと大きかったから食べれないかと思った。Yes, please. Thank you. ステーキです。おいしい。アイスコーヒーがまだ来てません。でさっき店員さんに言ったら、持ってくるよって言ってくれて、全然来ないからもう一回言ったら、ごめん忘れてたって言われました。これもアメリカあるあるなんだけど、店員さんね、1個やったら1個忘れるのよ。でお水くださいとか言っても一生持ってこなかったりとかするからね、2、3回言わなきゃいけないっていう。これめっちゃアメリカあるある。それでチップ 18% 払うからね、やってらんないよね。2回言ったから次こそは持ってくるかな、アイスコーヒー。Sorry about that, huh? They were just in there telling me that they took it. I said, no, you didn't. How did I tell you she don't have it? Because I run food today and they run drinks. It's all good. I have it now. Thank you. You're welcome. そして必ず言い訳をするっていうね。言い訳というか、理由を教えてくれる。他の店員が持ってったって言ったのにっていう今回は理由でした。来てないんでね。バニラシロップ入ってるかな。入ってる。ということで無事に来ましたと。出た。危な。直前にゲート変わってるわ。C の5番だったのに12になってて、今 C の5で待ってたんだけど、もうね、全然ね、マイアミ行きって表示がなんないからおかしいなと思ってアプリ開いたらゲートが変わってて C の12っていう向こう側になりました。危な。結構ね、アメリカあるある。危ねえ。焦った。ロストバゲージかと思った。最後の最後までスーツケース出てこなくてマジ焦ったけど、無事にスーツケース手に入れたのでこれからホテルに向かいます。ちょっとさすがにね、出発して20時間経つので眠いです。一旦ね、ウーバーで、ホテルに向かいたいと思います。タクシーもあるんだけど、ちょっとタクシーは値段が分かんないのでウーバーの方が安全なのでウーバーに乗ります。呼びました。 Meet at Terminal H Door 21、ジープが来ます。ドア21。ドア21はあそこか。あそこいっぱいウーバー止まってるね。
Sorry。マイアミも久しぶりだわ。何年ぶりかな。最後ウルトラで来た以来だから結構前ね。ニューヨーク時代にウルトラで来たからそれ以来だから何年 ?4 年とか3年4年経つのかな。でマイアミビーチのホテルに泊まります。今日はちょっといいホテル取りました。1泊しかしないので1泊6万円ぐらいするいいホテルにしました。今日一日そのホテルで、ちょっと一旦ホテル着いたら寝て夜ご飯食べに出かけるぐらいだと思う。で明日ちょっとゆっくりしてホテルで明日からついにロイヤルカリビアンに乗ります。いやもう本当ウーバーって便利よね。早く日本もウーバー導入してくれたらいいのに。車の前にナンバーがないからナンバープレートを後ろに回り込んで確認しなきゃいけないな。とりあえず一旦白のジープを探そう。あ、ジープあれだ。あったあった、来た来た。Are you here for Yuka? You need a water, you need to go, okay? Okay, thank you. お水用意してくれてる。うれぴ。Alright. Yeah, thank you. Yeah, good. Thank you for the water. ホテル着きました。あっちが海で、今日泊まるホテルがこちらレノックスホテルです。チェックインします。疲れた。やっと横になれる。日本出発したのがちょうど24時間前、25時間前になりますので、25時間ノンストップで移動してたわけですが、飛行機でちょっとだけ仮眠できたとはいえ、熟睡とかはやっぱできないでね。私飛行機でめっちゃ疲れました。それよりあれだ、 eSIM をアクティベートしなきゃ。出国前に設定してたやつをオンにするだけですね。設定画面からモバイルデータ通信に行って、オラフライ US っていうね、アメリカ用の設定してたやつをオンにするんだけど、その前に日本の回線をオフにしといた方が安全なので、先に日本の回線をオフにして、オラフライ US 北米のをオンにすると。でその時にデータローミングもねオンにしないとネットがつながらないので、データローミングもオンにしておけば、これでちょっと時間を置けば数十分ぐらいでもうすぐ通知来始めたね。もうネットにつながりました。はい、これで eSIM の設定完了。簡単でしょ。ぜひ私のクーポンコードを使ってね。いや eSIM 便利だわ。よし、やりきった。今泊まってるホテルめちゃめちゃ素敵なホテルです。プールとか中庭とか見せたいんだけど、それはね次回の動画でホテルの紹介と、あとマイアミの街散策とかしたいと思います。一旦ちょっと寝かせてください。今回の動画はここまで。次回の動画ではこのホテル紹介と、明日はロイヤルカリビアンなんですけど、ロイヤルカリビアンに乗る前にも結構時間があるので、その間はマイアミビーチを散策したいと思います。長い旅でしたが、最後まで見守ってくれてありがとうございました。次回以降ロイヤルカリビアン編続きますので、楽しんで見てください。絶対楽しいから見てください。それではおやすみなさい。最後にグッドボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。それではおやすみなさい。なんかちょっとうるっときちゃって、日本にいるとさ無自覚だけどやっぱ他人と比較しちゃうんだよね、自分をね。うち疲れてたんだろうね、心がね。だからすごいしみるんだわ今、心にいろんな景色がパッて思う。